こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとは、トレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの絵本を気にさせてもらい、部屋についたライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はファキファキファッキーさんです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ自己紹介をお願いします。今回3回目に出させてもらってます。ファキファキファッキーです。3回目あなただけなんですよ。いや、こんなに出てるの。家も変わってるし。そう。1年に1回引っ越して。引っ越すつもりもないのに、1年に1回なぜか引っ越してて、はい、そのたんびに違う感じになっていくっていう、はい、なんかちょっとドキュメンタリー的な感覚で見てもらえない。一番最初の頃ちょっと 2LDK ぐらいの動画結構消去以来結構頼んでるんですけど、彼らは消去してくれなくて、いまだに僕の黒歴史として残っておりまして、残したまんまで2回目は前回の1K ワンルームと一人暮らしの 1K ですね。で、今回こちらの自宅がここ何 LDK ですか？こちら 3LDK になってます。3LDK ありがとうございます。ありがとうございます。 3LDK になっております。平米数はだいたいどれぐらいですか？平米数、いやでも多分一部屋自体はそんなに大きくないんで、平米はそんなですけど、隣に家族が住んでる並みのキャバなので、そこに一人で住んでるのでそれぐらいですね。まあ一軒家ですもんね。だからまあほぼ一軒家みたいな、はい、ということで、かなり今回は広いご自宅にアップグレードされたということで、いろんなこだわりのアイテム、ファキファキファッキーさんについていろいろ聞いていきたいなと思います。お願いします。お願いします。まずはファキオさんの庭についてちょっと聞いていきたい。ここが僕の庭となっております。結構持ってますよね。もう、この敷地全部が庭なんですけど、はい、もう全部僕が管理してるっていうそれは冗談で、ここが庭になっておりますね。ここのね、下の部分に植物とかがいくつかあったりもするとは思うので、この辺の植物は以前から育ててる植物たちですか？前の家ではその庭に植えてたんですけど、取り壊しになっちゃったんで、全部こういう鉢に植え替えて持ってきた感じですかね。コウモリランも以前は家に入ってたんですけど、自然に戻したら結構復活してくれて、じゃあ今この庭のおかげで植物たちも復活してくれたっていう感じですかね。そうですね、割と。この庭が眺望となって中にリビングがあるっていう感じだと思うんで、ちょっとじゃあ続いてリビングの方へちょっと案内をしてもらいたいなと思うので、ちょっとお願いしてもいいですか？はい。リビングはどこからがいいかな。ここはまず何畳ぐらいのリビングなんですか？11ぐらいだったかな。11ぐらいだったと思います。ちょっと曖昧なんですけど、このリビングはなんかこだわったポイントというか、全体的にコンセプトみたいなのがあるんですか？そもそもこの物件自体が輸入物件で、額縁とかも全部輸入なんですよ。なんで海外のもともと作りだったので、カントリーチックな感じにしようかなと思って、全部それに寄せてった感じですかね。なんかナチュラルで癒しの空間として、ここはでも生活のここがメインになるんで、生活のしやすさも考えつつみたいな感じでやってます。それこそ自分でカスタマイズしたところとかもあるんですよね。そうですね、枠縁が木だったんで、カーテンレールがもともとステンレスで、でも全部天然の木に変えましたね。とかソファーとか他のラグとかもポップにせず、結構自然なものを、これも革のものだし、これも牛のそのまま毛を使ってるものなので、人工物なんだけど自然のものにできるだけ寄せてるというか、あんまり都会的な感じにはしたくなかったので、そこは振り切った感じにしてます。わかりました。続いてソファースペース紹介をじゃあしていただきたいなと思うんですけど、まずこちらのソファーはかなり大きなソファーですか？これは何人掛けぐらい？これは一応3人になります。これはどちらで購入されたんですか？これはオークションなんですけど、
オランダの造船とかの作る場所で作られたソファーで、ここの枠とかも結構作りがしっかりしていて結構存在感のあるソファーにしたかったのでこれを選びました。でなおかつオークションだったので結構安く手に入って、座り心地とかはどうですか？座り心地はもう天国ですね。ファキが足を伸ばしても全然寝れるぐらいの寝れますね。でもう同居人が今住んでるんですけど、もうここで彼も寝てるような、はい、そうですそうです。もうこうですね。そういうことで、はい、ちょうど一人埋まるみたいな。じゃあちょっと、はい、このまんま他の話をじゃあもう僕はこのまま聞きたいんですけど、はい、じゃあ何かあればいつでも、ファキオさんの頭の後ろにあるはい棚についてちょっと聞きたいんですけど、この棚はどちらで購入されたんですか？これはベッドルームとかに本来ある棚なんですけど、アメリカの海軍が使ってた棚でして、これももうオークションで手に入れました。結構ボロボロになってるっちゃボロボロになってはいるんですけど、まだ全然使えるし、すごいやっぱ物がしっかりしてるんでこれを選びました。なんかこのソファーとここの高さもほぼほぼ一緒で結構使いやすくて、確かにかなり気に入ってます、このスペースが。あとその棚の上には本とかアクセサリーとか。アクセサリーっていうよりかはそうですね、普段読んでる本とか、あとはお財布とか、あとスピーカーとかですね、日常的に使うような、あとはちょっとお香だったりって感じで、でこれもキャンドルの陶器になってます。ちなみにこのフロアランプ、はい、これはどちらで購入されたんですか？中古の家具屋で手に入れたんですけど、スウェーデンのもので、なんかビーガンって名前のライトだったんですけど本当にこれも木を削って作られてて、ここの絵の部分は。でこのシェードも結構若草色のいい感じの緑だったんで、なんか部屋の雰囲気にも合うなと思ったのと、なんか僕普段結構暖色系を選びがちなので、こういうちょっと緑とか青とかの感触もたまには欲しいなと思ってワンポイントで選んだ感じになってます。あとはこの上にアート作品もありますが、そうですね、こちらの上ですかね。これは僕が描いたんですけど、僕の友達のかなちゃんって子がアンビエントの音楽を作ってて、それを彼女が来た時に流しながら僕が描いたような作品ですね。すぐ取り外しができるんで、ちょっと気分で変えたりもできるからいいかなと思いましてやってます。あとはこの壁側にも壁掛けで照明がかかってますが、これもオークションなんですけど、僕結構オークション中毒で。オークション2機。そう、オークション2機なので、スーホルムっていう陶器の、もう会社はないんですけど、本当はこういうテーブルランプがメインなんですけど、このウォールランプ、その壁につけるのが結構レアで、これを見た瞬間、これだなと思って買ったんですけど、スーホルムとノーミ・バックハウゼンっていう2人じゃないな、そのコラボみたいな作品になってて、これも全部陶器なので、陶器を壁にかけるって結構珍しいなと思ってそうしました。わかりました。ありがとうございます。はい、続いてダイニングスペース紹介していただきたいなと思います。まずはじゃあこのダイニングテーブルから、これはどちらでゲットしたんですか？中古の家具屋さんだったんですけど、円卓が欲しくて、なんかこの部屋のスペース自体が微妙な形だったんで、ソファーも置くってなって、横長なカクカクしたテーブルだと結構スペースが取られちゃうなと思いまして、この丸いテーブルをずっと探してて、ちょうど
いい感じのサイズで見つかったんですけど、イメージとしてはイタリアとかフランスとかの丸いテーブルにクロス広げちゃうみたいなイメージでつけたんですけど、なんか結構僕は気に入ってて、景色もめっちゃいいです。そうですね、もう毎回ここに座って一人でなんかしてるみたいな、結構老後の生活みたいな感じですかね。確かにもう大草原なんです。そう、大草原を見つめながらみたいな感じになってますけど。あとはこのダイニングテーブルには椅子が2脚ありますが、この椅子はどちらで？この椅子はオークションでして、これとこれ別に一緒じゃなかったんですけど、アメリカのその友人からいただいたっていう人がオークションに出してて、それを購入した感じです。友人からもらったものにオークションに出してる人がいそう、結構たんですね。結構えげつない感じだったんですけど、まあその分割と安く手に入ったというか、安く手に入った、はい、はいはい、結構これも作りはしっかりしてて、かなり年数は経ってるんですけど、僕もこれは時々オイルでメンテナンスとかをして、結構愛用してますね、美脚は。まあじゃあここで今パンもありますが、朝食とか食べたりとか、一人でしてますね。一人で寂しくはないですけど、寂しくは、はい、まあ、もし一緒に朝食食べたい方いたらこちらまで。続いてじゃあキッチンスペース紹介をしていただきたいんですけど、はい、まずじゃあ冷蔵庫、はい、こちらもかなりクラシックな冷蔵庫ですね。そうですね、これは確かこれ日本の東芝の冷蔵庫なんですけど、80年代か90年あたりになんか謎の日本がグリーンブームみたいなのが来てたらしくて、その時のものらしいんですけど、緑が多いので、これもちょっとなんか変に現実感を出したくなくて、ちょっとポップな、ちょっと本当ちゃんとインテリアとしてこう共存してる感じあります。そうですね、変になんかここだけなんか冷蔵庫って感じにはしたくなくて、これを選びました。性能とか使い心地とかはどうですか？そうですね、なんか急冷とかもできるんで、基本的に一般的な動作はできるんで困ってはないですね。ちなみに冷蔵庫の中身とかどんな感じになってるんですか？ちょっとこれはシークレットでシークレットで行かせていただきます。そんななんか変なものちょっと見せられないものがたくさん、見せられないものが、はい、企業秘密みたいな。企業秘密。そう、あ、そうなんですね。ちょっと見せられないものがたくさん入ってますので、じゃあそのお隣行こうかなと思うんですけど、こちらのこれは食器棚。これは食器棚ですね。これなんかすごい壁紙と同じ色というか、なんかそうですね、色がすごい特殊な色ですが、そうなんかこれも日本のものなんですけど、これもオークションでまたまたやってしまって、でもともとはこれガラス張りで、結構ガラス張りだとやっぱちょっと和な感じが出過ぎてたんで、もう全部ガラスを取っ払っちゃって、そうすると結構奥行きも見えやすくなって、プラスであとすぐの取り出しもできるんで、こういう感じにしてます。で選んだのがここのキッチンのここの枠の色とかがかなりワインレッドで似た色だったんで、正直オークションだったんで賭けな部分はあったんですけど、結構大成功で色がすごいマッチしてくれてる感じで、奇跡ですね。こういうのは多分普通見てから買った方がいいんですけど、画像で見ていけたみたいな、はい、そんな感じで。あとは、まあ、この辺も食器とかもねたくさんありますけど、なんかお気に入りとかがちょっとあれば2つぐらい。そうですね、で僕ちょっとまだ和の食器があまり手に入ってないんですけど、洋の食器だったら結構あって、薄い食器より結構分厚めな食器が好きなので、かなりちょっと肉厚なものを基本的に選ぶようにしてますかね。はい。ちなみにファキオさんの得意料理は何なんですか？ファキオさんの得意料理、グラタンとか。誰も反応してくれないんですけど。ありがとうございます。そしたらじゃあそのお隣の方行こうかなと思うんですけど、こちら側がキッチンスペース、はい、こということで、ここも
かなりなんか実用的というか使い勝手が良さそうな気もしますが、こっちはできるだけ実用性を特に考えてて全部僕が取り付けたんですけど、なんかホームセンターの木材でタオル掛けとか、あといろんなものを取り付けるとこを作って、割とどんなところでも手が届くような作りにはしてますかね。ナチュラルな感じでいきたかったので、あんまり金属類を控えめに使うというか、全部一応木にして柔らかさを持たせたかったから、だから実用性もあるけどやっぱちょっと見た目でテンション上がる感じにもしたかったので、あとはここはガスコンロ。そうですね、めっちゃ変わったデザインですねこれ。そうなんかステンレス系の割となんか流行ってる感じあると思うんですけど、なんかでも僕のは本当に業務用のコンロでして、ちょっと火つけてもいいですか？ぜひぜひ。この火が普通のだったらこう出るじゃないですか、でもこういう棚も作っちゃってるんで火が入っちゃうんですよ、こっちに燃えちゃうんで、全部こういう内煙のバーナーにしてるんで火が絶対にこっちに来ないようにしてます。ちゃんと料理する人の目線じゃん。そう完全な業務用なんで。そうなんです、ね、そう火力もすごい出るんで結構重宝してます。ここに棚も設置できたんで、これのおかげで。確かにそう有効活用ですね。そうですね、小スペースで、あとはちょっと戻るんですけど、もともと蛇口とかも全部違って、僕が全部これも変えました。本当はなんかプラスチックの結構チープななんかボロボロの感じだったんですけど、うねらしちゃったみたいな。普通変えられるんですか、こういうのは？いやもうなんか調べて、あとはもう合うサイズ。そうですね、僕も別に DIY のプロでも何でもないんで、自分でできそうなのだけやってるような感じで、なんかフォルムが単純にいいな。確かにかっこいいですね、やってて、なんかこういうちょっとしたとこも変えてますね。わかりました、ありがとうございます。では続いて、2階にちょっと紹介していただこうかなと思うんですけど、ここが2階に行くまでの途中ということで。そうです、ここがリビングの扉になってて、でこっちがトイレで、こっちが浴室になってます、割とスペースがあって結構広々と使えるんですけど、でこっちが2階になってます。ようこそ。こちらのスペース紹介していただきたいんですけど、こちらはどんなスペースですか？ここは基本的にアトリエみたいな作業スペースにしてて、衣食住は下で全部賄ってて、こっちはもう本当に作業ですね。書いたりもそうだし、あと一人で音楽流したり、瞑想スペースみたいな感じで結構いろいろ使ってて、あと今同居人がいるんですけど、楽器持ってきて弾いたりもしてました、そういうような、結構なんか誰かが来るたびに変わっていけるようなスペースにしていこうかなみたいな感じでやってます。周りが大自然なんで、描いてる時も心地がいいというか、やっぱ環境がいいとなんかいいものが気持ち的にもマインドも作れそうな気がして、ここはすごい気に入ってます。この下とかには今完成した作品かな、この左の方とかにはあったりもしますね。そうですね、下にあったのとかもそうなんですけど、最近はかなり抽象的な絵を描いてて、これもサム・ゲンダルっていうアンビエントなアーティストのを聴きながら描いたりですかね。それこそちょっと今音楽の話も少しありましたけど、最近は音楽どういった曲聴いてることが多いですか？もうなんか前は結構 R&B とかファンクとかも聴いてたんですけど、最近はもう自然の音楽を聴きすぎて、もう本当アンビエントとかインディー系がほぼ多いですね。かなりなんか機械的な音っていうよりも
楽器で奏でる音楽の方が聴いてる頻度は多くなったかなっていうか、逆にもう音楽何にも流さない時もありますね。もう何も流さずひたすら見つめるみたいな時もあって、なんかその気分に応じて変えれるのがここの良さかなって思って、実はここに上もあって。これ上は今どういう感じで使ってるんですか？上もなんか時々物を収納する場所でもあるし、今後これもっとしっかり使えるようにしたいなというか、ソファーとか置いたりしてもいいんですけど、しっかり一人立っても壁当たんないぐらいの大きいロフトになってて。確かにそもそもここも天井高ですもんね。そうですね。だから今は夏で暑いんですけど、冬とかはもっと使えるようにはしたいなっていうか、窓もついてて光も入るんで。めっちゃいいですね。そうだから結構まだまだいじくりがいのある場所かなとは思ってます。はい。あとはちょっとこのスペースで気になってるアイテムがあるんですけど、この黄色いガラスのこのテーブル、これめちゃくちゃ可愛いですね。これいいですよね。僕もこれもまたオークションなんですけれどもちょうどなんか家具屋が出品してたとかじゃなくて個人の出品者さんですごいフレームが良かったので買っちゃったんですけど、いくらだと思いますか？5000円。500円ですね。おお見た瞬間に買っちゃって、結構なんかこっちは下は割とナチュラルな感じだけど、こっちは結構ポップな色使いのものをこれから入れてきてもいいかなと思って、なんかカラフルなものをこれから置いていこうかなとも思ってます。わかりました。はい、ありがとうございます。でこの向かい側が、同じく。そうですね、同じようなスペースになってて、今住んでるやつのものとかを置いたりって感じで、そんなにいじってはないんですけど、上が同じように人入れるようなかなり大きいロフトになってる感じですね。これ今気づいたんですけど、オレンジの照明めっちゃ可愛いですね。そう、これも昔買ったんですけど、結構肉厚なガラスなんでつけるとかなりオレンジになるんで、こっちの白い照明を合わすような感じにしてます。じゃあその2つを今このお部屋では使ってらっしゃる？そうですね。ただやっぱもうこっちはもう全部自然光と風をメインにしてるんで、あんまり電気は使うことないですね。じゃああとはちょっとこっち側また出ると。そうです、こっちに、ここが僕がほぼ一番のお気に入りって言ってもいいぐらいの場所なんですけど、気持ちよ。ここすごいですね。すごいですね。もうかなり外が開けてるんで見晴らしも良くて、2階の方がやっぱり風も入りやすくて、夜とかもすごい星が見えるのですごいいいです。もともとなんかステンレスの洗濯の竿とかにもしてたんですけど、これも全部変えました。紐と洗濯ばさみでかなり原始チックな感じにして、洗濯も一瞬で乾いちゃうような場所です。最高ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。続いてこちらが寝室です。こちらが寝室になってます。間取りもこの前の 1K の家とほぼ似てるような感じになってます。この寝室は何かこだわったポイントとかコンセプト、そういうのありますか？そうですね、こっちは結構やっぱ前のイメージを残しつつ、やっぱせっかく和室なんで和室の良さも残したくて和物を多めにしてますね。下の鉢も結構和なものにしてたり、変にやっぱ洋風すぎて違和感を感じさせる場所っていうよりはバランスが取れてるような場所にしたいっていうイメージが強いですね。じゃあまずこの後ろにある、これもそれこそちょっと昭和家具っぽい棚。そうですね。ですけど、これもラタンの引き出しなんですけど、結構前からおばあちゃんから譲り受けたものをずっと使ってまして、置物も割と、これは妹が作ったやつなんですけど、合いそうなものを入れてます。ここは普段どういったものを収納されてるんですか？
これは本当にもう私生活の靴下だったりもそうだし、あとちょっとした書類とかも全部こっちに入れて、結構寝室なんですぐに取り出して何かしたい時に取り出せるようにしてますね。あとはこっちのクローゼットって言ったらいいですか、ここは。そうですね、かなりこれ高さもあってかなりの収納ができるスペースになってまして、今もうだからほぼほぼ物はこっちに入れちゃってるような感じですね。こっちのクローゼットは普段どういったものを収納されてるんですか？こっちも衣類と、あとはそういう布類ですかね。前使ってたラグとかいろんなものをこっちに収納して、なんか大きいから結構何でも入っちゃって、まあもっと物を減らしたらこっちも開放してなんかデスクとかにもしちゃってもいいかなとか思いつつ。ちなみにここのクローゼットの洋服がかかってると思うんですけど、この辺の洋服はなんかどういった基準で今かけてるとかあったりしますか？どういった基準？単に僕が気に入ってるものをかけてる感じですかね。最近はどういったファッションが気分ですか？最近の気分、そうですね、なんかおじさんっぽいような服というか、やっぱ僕なんかこの見た目なんであんまりフォーマルな服がなくて、その分なんかちょっとポップな感じだったり、かなりなんかこの部屋にちょっと色味も合うなって思うようなのをなんとなくかけてるような感じですかね。ちなみに今日着てらっしゃる洋服コーディネート、これはもう完全にどういう仕様ですか？これはもう休日すぐに海にでも行けちゃうおじさんコーデみたいな。おじさんコーデ、はい、もう見るからにやる気のない感じというか、はい、ちなみにこの家が燃えてる T シャツは記憶的散策なんで、ちょっとどういうことですか？ちょっと家ということで、そういう、今日ルームツアーだから伏線をね、伏線回収、伏線回収ということで、まあこの家がもしかしたら燃えるかもしれないしそうですね、そういうような感じで。あとはここの棚も可愛いですね。そうなんですよ、これ結構気に入ってまして、茶ダンス、普通の茶ダンスなんですけど、やっぱなんかものによってかなりちょっと和すぎたり微妙になんかあんま気になかったりするんですけど、これはいい塩梅でなんか色味も良くて、あとこういうなんか形も型がすごい一目惚れしちゃって、これは町並商店っていうちょっと知り合いというかがやってる家具屋さんのところで買った商品になります。わかりました、はい、ありがとうございます。はい、ということでパキオさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。最後にお話を軽くお伺いしたいなと思うんですけど、このお部屋の全体のコンセプト、言葉で表現するとしたらどんなご自宅でしょうか？多分今まで僕もこんなに自然と一緒に暮らすことがなかったんで、変に喧嘩せず一緒に生きていくようなイメージでここに引っ越したので、全体的に家のものも金属製っていうよりもかなりやっぱ木製だったり、かなり自然なものを取り入れるように意識してます。かといってやっぱ中の植物とかも前と比べると結構数も減らして、そんなになんかもうジャングルみたいにするつもりもなく、いい具合にやっぱ生活感があって落ち着けるような空間にしたいなっていうようなイメージですね。だからやっぱ都会のやっぱスタイリッシュなかっこいいお家とかにはなれないんですけど、その分なんか和めるようないいところになったらなみたいな、はい、なんか笑っていらっしゃるんですが、うちのスタッフがやってないですね後ろでなんかニヤニヤしてますけれども、なんか YouTube のコメントで、昔とかフリーターなのに、なんか家具とかめっちゃ持ってて普通に暮らしてて、なんかお金持ち説が勝手に上がってたんですけど、なんかそこら辺なんか今回も一軒家ですごい家具とかもいろいろ集めてますが、そのお金持ち説はなんか、いや
たまたま今回に関しては前の場所が立ち退きだったんでお金が出たっていうのもありますし、シンプルに俺がめちゃめちゃ社畜でして、もう働きまくってるから、で僕はなおかつあんまり飲みにとかもあんまり行かないから、こっちにお金が回った感じですかね。シンプルに家具以外のこの購入とかをそうもう限りなくゼロにして、ゼロまではいかないですけど、やっぱ友達が少ないので、そうですね、自然にこっちに回っちゃう感じですかね。おめでとうございます。ありがとうございます。最後にじゃあ、ファキオさんから何かお知らせとか告知があればしていただきたいんですけど。ここの記憶的散策の次から新メンバーとしてファキオという枠でちょっと今後動画に登場させていただきますので、どういう嘘よろしくお願いします。はい、じゃあまた多分ね第4回目がいつになるのか分かりませんが、はい、その時はそれ以外でも僕よく登場すると思うんで、はい、じゃあ引き続き僕らのチャンネルでチェックしていただくという感じで、サブチャンネルを作ってそういうちょっと新しいね勝手に公言してやっていこうかなと思いますので、はい、ということでじゃあ今後のファキオくんの、いろんなライフスタイルに息抜きになんか見てもらえればな、注目して、インスタとかはやってないんでちょっと記録的散策で追っかけてもらえればなと思います。もし来たい方とかいたら全然連絡くれればいつでも。はい、ということで、今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはファキファキファッキーさんでした。はい、ファキファキです。ありがとうございました。